人間関係で疲れるのは、相手が悪いからではない。自分がまだ他人の目を生きているからだ。あなたは今までこんな経験をしたことがないだろうか。定年を迎えて少し経ったある日、昔の会社の同僚から突然連絡が来る。久しぶりに飲まないかという誘いだ。あの頃はよく一緒に仕事をした。悪い人間ではない。でも、なぜか気が進まない。断ればよかったのに、なんとなく断れなくて、結局でかけていく。そして帰ってくると、どっと疲れている。楽しかったとは言えない。かといって、辛かったとも言えない。何か大切なものを削られたような感覚だけが残っている。あるいはこういうことはないだろうか。何十年も続いた友人関係がある。学生時代から知っている相手だ。でも、最近どこか噛み合わなくなってきた。話の内容が合わない。価値観が違う。それでも長い付き合いだからという理由で、ずっと関係を続けている。心のどこかではもうそろそろいいんじゃないかと思いながら、それを言い出せないでいる。もしかしたら、毎年出席している同窓会があるかもしれない。行くたびに誰かが誰かの自慢話をしている。あるいは昔話ばかりで前に進まない。帰り道、なんとなく虚しい気持ちになる。それでも来年もまた出席するだろうと、自分でもわかっている。こういう経験は、あなただけのものではない。日本中の50代、60代、70代の人たちが、同じような重さを胸の中に抱えて生きている。私はアルフレッド・アドラーだ。19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて生きた心理学者だが、今日はあなたに、一つの大切なことを伝えに来た。それは、なぜ人生の後半になって、賢い人ほど静かに人間関係を整理し始めるのか、ということだ。これは冷たさではない。孤独を選ぶことでもない。むしろその逆だ。本当の意味で自分の人生を生きようとする、勇気ある選択なのだ。まず一つ、根本的なことを言わせてほしい。人間は、他者に認められたいという欲求を持って生まれてくる。これは本能に近いものだ。子供の頃、親に褒めてもらいたくて勉強した。学校では先生に認められたくて頑張った。会社では上司に評価されたくて働いた。そうやって生きることで、社会の中での自分の居場所を確認してきた。それは間違いではない。ある時期までは、それで十分だった。しかし50代を過ぎたあたりから、多くの人が気づき始める。他者の評価を軸に生きていると、どこかで必ず息切れが起きる、ということに。なぜか。それは、他者の評価というものが、本質的にあなたのコントロールの外にあるものだからだ。あなたがどれだけ頑張っても、どれだけ気を使っても、相手があなたをどう評価するかは、最終的には相手が決めることだ。あなたにはどうすることもできない。それなのに、多くの人はそのどうすることもできないものを手に入れようとして、人生の多大なエネルギーを使い続ける。相手に嫌われないように振る舞う。空気を読む。本音を言わない。誘いを断れない。行きたくない集まりにも顔を出す。その結果として何が起きるか。疲れる。削られる。自分が自分でなくなっていく感覚が生まれる。これが、多くの日本人が人間関係の中で感じている疲労の正体だ。では、成功した人たちはどうしているのか。彼らは50代、60代になった時、ある決断をする。それはもう他者の目のために生きるのをやめるという決断だ。これは社会を捨てることではない。人を嫌いになることでもない。ただ、自分の人生の主軸を他者の評価から自分の価値観へと
静かに移し替えることだ。そしてその結果として、自然に人間関係が整理されていく。会わない人と会う時間が減っていく。義理だけで続けていた付き合いが少しずつ薄れていく。その代わりに、本当に大切な人との時間がより深く、より豊かになっていく。これが、成功した人が50代以降に人間関係を整理する本当の理由だ。私の哲学の中に課題の分離という考え方がある。これは非常にシンプルな考え方だが、多くの人が一生気づかないまま過ごしてしまう深い真実を含んでいる。簡単に言えば、こういうことだ。この世界には自分の課題と他者の課題がある。そして多くの人間の苦しみは、この二つを混同することから生まれている。例えば、あなたが誰かに対して誠実に接する。これはあなたの課題だ。あなたがコントロールできることだ。しかしその結果として相手があなたをどう思うか、好きになるか嫌いになるか、感謝するか恨むか。これは相手の課題だ。あなたにはどうすることもできない。それなのに人は、相手の課題を何とかしようとして苦しむ。あの人に嫌われていないだろうか、あの発言は失礼だったかもしれない、連絡しなかったら怒るかもしれない。こうした心配の多くは、他者の課題に足を踏み入れようとしているところから来ている。人生の前半では、これがある程度機能する。社会に適応するためには、他者の反応を気にする感受性が必要だ。組織の中で生きていくためには、空気を読む能力が求められる。しかし50代を過ぎ、会社という組織から離れ、あるいは離れかけてきたとき、ここで一つの問いが立ち上がる。自分は今、誰の人生を生きているのか。これは怖い問いだ。なぜなら正直に向き合えば、答えが自分の人生ではなかったになってしまうことがあるからだ。だがここが、人生の後半の始まりだ。私はこう思う。人生には2つのフェーズがある。前半は社会に適応するフェーズだ。ルールを学び、関係を築き、評価を積み上げていく時期だ。しかし後半は、その適応の仕方から少しずつ自由になっていくフェーズだ。他者の評価ではなく、自分の価値観を軸に生きることを少しずつ学んでいく時期だ。日本という社会は特に和を大切にする文化を持っている。それは美しい文化だ。しかしその裏側に、出る杭は打たれる、空気を読めなみ風を立てるなという圧力が常に存在している。その圧力の中で50年、60年と生きてきた人間が、ある一つ全盲一目を気にしないと言えるはずがない。だから最初は整理という形から始まる。全部を一気に変えるのではない。ただ、少しずつ、本当に大切なものとそうでないものを静かに見極めていく。その作業が人生の後半を豊かにする最初の一歩だ。そして勇気という言葉についても話しておきたい。多くの人が勇気というと何か大きなことをする力のことだと思っている。困難に立ち向かうとか、恐怖を乗り越えるとか、そういうイメージだ。しかし私が言う勇気は少し違う。勇気とは、嫌われてもいいと思える力だ。これがなぜ重要かというと、多くの人間関係の疲れは嫌われることへの恐れから来ているからだ。断れない。本音が言えない。無理をして付き合い続ける。すべては嫌われたくないという恐れが根っこにある。50代以降に人間関係を整理できる人は、この恐れと少しずつ向き合っている人だ。誘いを絶っても、本当の友人は離れない。自分の気持ちを正直に伝えても、本当の関係は壊れない。そういうことを少しずつ体験を通じて学んでいく。その学びの積み重ねが自立した人間関係を生み出す。
自立とは、一人になることではない。他者に頼らずに生きることでもない。自立とは、他者の評価に自分の価値を委ねないことだ。自分の価値は自分が決める。その感覚を持ちながら、他者と関わっていくことだ。ここで、少し具体的な話をしよう。田中という男性の話だ。彼は大手メーカーに40年間勤め、部長職まで上り詰めた。仕事一筋の人生だった。会社の中では顔が広く、飲み会があれば必ず出席し、後輩の面倒もよく見た。田中さんが来ないと盛り上がらないと言われるような存在だった。しかし62歳で定年を迎えた時、彼は少し戸惑いを感じ、退職して半年もすると、会社からの連絡がぱったり減った。あれほど頻繁に誘っていた同僚たちが、急に遠くなった。一方で、かつての部下や後輩からは、時々連絡が来た。相談に乗ってほしい、一度食事でもそういう連絡だ。最初のうち、田中は律儀にすべての誘いに応じていた。以前と同じように、求められれば動いた。しかしある日の夜、帰り道に電車の中でふと気づいた。今日、俺は誰かのために動いていたけど、自分のために何か一つでもしたか。その問いが、ずっと頭から離れなかった。それから彼は少しずつ変わり始めた。義理だけで続いていた付き合いに、丁寧に距離を置くようにした。今は少し自分の時間を大切にしたい時期なのでという言葉を使いながら、無理な誘いを断るようにした。最初は罪悪感があった。薄情な人間だと思われるんじゃないかという不安もあった。しかし実際に断ってみると、大半の場合、特に何も起きなかった。相手もそれほど気にしていなかった。自分が勝手に嫌われるかもしれないと思い込んでいただけだと、徐々に分かってきた。そして一方で、ある少数の友人たちとの関係は、むしろ深まって、学生時代から続いている友人が2人いた。長い付き合いだが、以前はお互い忙しくて、年に一度会えれば良い方だった。しかし田中が時間の使い方を変えてからは、その2人と会う頻度が増えた。会うたびに、濃い話ができた。昔話だけではなく、今の自分のこと、これからのこと、本音で話せる関係になっていった。田中はある日、その友人の一人にこう言った。こんなにゆっくり話したのは、何十年ぶりだろうなと。友人は笑って答えた。お互い忙しいふりをしていたんだよと。もう一つの例を話そう。佐藤という女性がいた。60代前半で、専業主婦として長年家庭を支えてきた。子供たちは独立し、夫は今も働いている。時間は十分にある。しかし彼女には、長年の重荷があった。近所付き合いと、いくつかのグループ活動だ。地域のコーラスグループ、お茶の仲間、町内会の役員。どれもやめにくい関係ばかりだった。始めた頃は良かった。しかし時が経つにつれ、そのどれもが義務のようになっていた。行けば気づかれし、帰れば後悔し、でもやめればご近所の目が怖い。彼女は長い間、私が我慢すれば丸く収まると思って生きてきた。ある年の春、健康診断で少し引っかかった。大きな病気ではなかったが、医師からストレスを減らしてくださいと言われた。その夜、彼女は夫と珍しくゆっくり話した。実は長い間、疲れていたと初めて打ち明けた。それから一つずつ、やめていった。コーラスグループを最初にやめた。体の都合でと伝えた。次に、お茶の仲間とは距離を置いた。町内会の役員は任期が終わったタイミングで退いた。不思議なことに、恐れていたご近所の目は、
思ったほど怖くなかった。一部の人は少し冷たくなったかもしれない。しかしそれ以上のことは何も起きなかった。佐藤は後にこう言っている。あの時手放したものは、失ったのではなく、置いてきたのだと思う。置いてきたことで、両手が空いた。そしてやっと、本当に持ちたいものを持てるようになったと。多くの人は急いで居場所を作ろうとする。それ自体は悪いことではない。しかし同期が孤独を埋めたい誰かに必要とされたいであるとき、その行動は必ずしも自分を豊かにしない。なぜなら、その動機の根っこに他者からの承認を得たいという渇望があるからだ。そしてその渇望を持って人間関係を作ろうとすると、いつの間にか認められるために動くという古いパターンに戻ってしまう。本当の意味での豊かな人間関係は、あの人に必要とされたいという場所からは生まれにくい。この人と一緒にいると、自分が自分でいられるという感覚がある関係から生まれる。その違いに気づいたとき、人は初めて、本当の意味で人間関係を選ぶことができるようになる。さて、最初の問いに戻ろう。なぜ、成功した人ほど50代以降に人間関係を静かに整理するのか。答えはシンプルだ。彼らは、人生の時間が有限であることを、骨の髄まで理解しているからだ。若い頃は、時間は無限にあるように感じる。多少の疲れる付き合いがあっても、それをこなしながら前に進んでいける体力がある。多少の不満があっても、いつかは変わるという希望が補ってくれる。しかし50代、60代になった時、人はそれまで見ていなかったものを見るようになる。それは、人生の終わりではない。正確には、人生の重さだ。一日一日の重みが変わってくる。昨日と同じ今日が、もう当たり前ではなくなってくる感覚。健康のこと、体のこと、親のこと、自分自身のこと。様々なものが、以前よりリアルに感じられるようになる。その時人は初めて、時間を真剣に選ぶようになる。誰と過ごすか、何に使うか、どんな気持ちで一日を終えるか、そしてその選択の結果として、義理だけで続いていた関係が、自然に薄れていく。気を使いすぎる相手との距離が、少し遠くなっていく。その代わりに、本当に話したいと思える人との時間が、深くなっていく。これは冷たさではない。成熟だ。人間が成熟するということは、他者に対してより冷淡になることではない。むしろその逆だ。自分の内側をよく知ること、自分にとって何が本当に大切かを知ること、そしてその大切なものに対して誠実であること。それが成熟した人間の姿だ。日本の社会では、長い付き合いを切ることは薄情と見られることがある。義理を書くことは人として失格と言われることもある。しかし、それは本当だろうか。私はそうは思わない。本当の義理とは、相手に好かれるために自分を偽ることではない。相手に嫌われることを恐れながら付き合い続けることでもない。本当の義理とは、自分が自分であり続けることで、その関係に誠実であることだ。無理をして付き合い続けることで、人はやがて相手に対してどこかで不満や怒りを持ち始める。それは当然のことだ。自分を偽っているのだから。そしてその不満はいつかどこかで表に出てしまう。それこそが本当の意味で関係を壊すものだ。逆に少し距離を置き、自分のペースで関わることができれば、会うときは本当の意味で喜んで会える。少ない時間でも密度の高い交流ができる。それの方が相手にとっても自分にとってもずっと豊かな関係ではないだろうか。私はこう思う。人生の後半は
加算の時間ではなく、抽出の時間だ。前半はいろいろなものを積み上げていく時間だ。知識、経験、人脈、財産、知。加えることで自分を作っていく時間だ。しかし後半は違う。今まで積み上げてきたものの中から、本当に大切なものだけを取り出していく時間だ。不要なものを手放し、本質だけを残していく作業だ。それは人間関係においても同じだ。多くの関係を持つことが豊かさではない。本当に大切な関係を大切に育てることが豊かさだ。一人の友人と心から笑える1時間の方が、10人との形だけの3時間よりはるかに価値がある。あなたが今、何かの付き合いを少し重いなと感じているとしたら、それはあなたの心が何かを教えようとしているサインかもしれない。その感覚をわがままと切り捨てないでほしい。その感覚は、あなたが自分の人生を本当の意味で生きようとしているサインだからだ。人間関係を整理することは、孤独になることではない。自分の人生の本当の主役になることだ。他者の目線ではなく、自分の価値観で選んだ関係の中でこそ、人は初めて深い安心を感じることができる。誰かに必要とされるために動くのではなく、自分が大切にしたいから関わる。そういう関係の中にこそ、本当の温かさがある。最後に一つだけ、問いかけさせてほしい。あなたの今の人間関係の中で、これは本当に自分が望んでいる関係だと心から言えるものはいくつあるだろうか。その数が少なくても恥じることはない。むしろその問いを持てること自体があなたが今人生の後半を真剣に生きようとしているということの証だ。一つでも二つでも本当に心から大切にしたいと思える関係がある。それで十分だ。そこにすべてがある。人生を豊かにするのは人間関係の数ではない。人間関係の深さだ。そしてその深さは自分が自分であり続けることでしか生み出せない。今日からでも遅くはない。少しずつでいい。義務で続けている付き合いを静かに見直してみてほしい。心が軽くなる方をそっと選んでみてほしい。それがあなたの人生の後半を本当の意味で自分のものにする最初の一歩になるはずだ。